はい、どうも、こんにちは。今日はですね、こちらのモニターバーライトについてお話をしていきたいと思います。もうね、何度もこのチャンネルでご紹介しているクンティス様からですね、湾曲モニターに対応したモデルが出ているということで、今回ね、試させていただいております。そしてね、せっかくなんでね、従来モデルとの比較っていうところもさせていただきまして、ご紹介できればなと思っています。はい、まずはですね、こちら。新しく試させていただいている湾曲モニター用のね、バーライトをご紹介していきたいと思います。はい。開けてみると、こんな感じですね。ちゃんとね、日本語のユーザーマニュアルが入ってるので、いいですね。で、同封物はこんな感じでして、まずは本体ですね。そして、リモコン。で、USB Type-A から C のケーブルですね。っていうのも付属していきます。そしてライト本体はね、こんな感じの見た目になっておりまして、で長さがですね、約45センチほどになっておりまして、緩やかにね、ここ、カーブしてる感じになってますね。で、アタッチメント部分は、これもう一体型になっていまして、2段階でね、角度調整っていうのができるようになっていますね。で、こんな感じでね、広げることができまして、一番分厚く設定したとしても、こんだけね、余裕がありまして、長さで言うと最大88ミリ、9センチぐらいはね、厚み取れるかと思いますので、大抵のモニターでね、使用できると思いますね。一番ちっちゃくすればもう、これぐらいの厚みとかにもね、調整できるんで、どんなモニターでもだいぶね、対応できるかと思います。質感もね、すごいいい感じで、この辺はね、もう樹脂になってるんですけど、マット塗装の感じでして、高級感は結構ありますね。結構ね、このアタッチメント部分がずっしりとする感じでして、重りとしてもね、ちゃんと機能してくれそうですね。手で持ってもね、バランス取ってくれますね。で、ここがね、ゴムの滑り止めになっていまして、3つともちゃんとね、ゴムがついているし、ちょっとカーブしてる部分に関してもですね、端のところにもありますので、しっかりとホールドしてくれる感じがありますね。アタッチメントなかなかいい感じだな。そしてこちらがですね、リモコンに対応しているモデルになっていまして、これで、ね、オンオフできるんですけど、本体側での操作っていうのも可能になっていまして、ここにね、ボタンがあって、タッチ操作がね、可能になっていまして、電源ボタンだったりとか、あと色温度なんかもね、あと光量の調整、あと自動調光のオンオフっていうところが、こっちの本体側でもね、操作できるようになっていますね。そして付属してきているこのケーブルがですね、USB Type-C なんですけど、L 字型になっていまして、これでね、設置することによって、ここがね、だいぶね、小スペースで付けれるようになっていますし、ここのケーブルをね、避けたおかげで、ウェブカメラなんかもね、この辺に置いたりなんかするスペースもできてますね。例えばですけど、こういったね、ウェブカメラなんかを、こんな感じで、上にセットすることも可能ですね。これいいね。そのために多分ここにね、ゴムがついてるんだと思います。滑り止めゴムがここにもついてますね。そしてリモコンに関してはですね、詳しくご説明していきますと、単4電池3本で動くものになっていまして、本体ボタンと同じようにね、電源のオンオフだったりとか、色温度の調整や光量をね、ここで変更することができますね。で、真ん中のボタンは自動調光のオンオフですね。概要はね、こんな感じになっています。じゃあ早速ね、設置してみたいと思います。はい、ということでね、設置してみたらこんな感じになっています。今使っているこの湾曲モニターにね、沿ってやっぱりね、しっかりとカーブしていて、すごくマッチしていますね。ぐらつきとかっていうのも少ないかなと思います。本体側での操作っていうところもできるので、使い勝手が良さそうですね。リモコン操作に関してもかなり使い勝手は良さそうでして、オンオフっていうところもここでできますし、あと、色温度の調整もね、ここでタッチしてね、調整することができて、こっちにすると結構暖色にして、
っちにするとだいぶ白くしてくれるという調整もね、できたりします。あと、光量の調整も、ここでね、指なぞるだけで変えれるので、これいいっすね。かなり使い勝手良さそうです。で、ここオンにすれば自動調光機能がね、働いてくれて、ちゃんとセンサーでね、周りの光量っていうのを測ってくれて、自動でちょうどいい明るさっていうのに変えてくれますね。これかなりいいね。はい。で、そしてですね、明るさに関していくと、結構ね、光ってくれているとか、十分なね、光量があるかなと思っていまして、前回ご紹介している HY214 と比べてもですね、遜色ないというか、大きなね、変化はないって言っちゃあれですけど、結構ね、十分な光量があるかなと思っています。ただですね、この湾曲モニターの話でいきますと、このね、いわゆるモニターへの光の反射っていう部分では、ちょっとね、違いがあるかなと思っていて、HY214 のような、このまっすぐなタイプのバーライトであればですね、やっぱ構造上、湾曲モニターのこのカーブしている画面端の部分にですね、どうしてもライトの照射部分っていうところが被ってしまいますので、やっぱね、画面の見え方がちょっとね、変わってしまうかなと思っています。その点、こちらのバーライトはですね、しっかりと湾曲モニターに沿ってカーブしてくれているので、画面のこの端の部分に関して言ってもですね、しっかりと垂直に光を落としてくれるので、そういった意味でね、湾曲モニターに対しての画面の反射っていうところも抑えられている。そんなね、モデルになっていますね。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、白い紙に対してのね、光の当たり方っていうところが、均一ですよね。反射光がね、やっぱ抑えられている感じはしますね。はい、そして今度はね、こちら今、HY214。まっすぐなタイプのバーライトを設置してみました。やっぱほら、画面のこっからですね、この辺からもうやっぱね、光の当たり方がやっぱ変わってくるんですよね。構造上仕方ないとは思うんですけど、ここの部分がやっぱりね、湾曲のカーブの部分と被っちゃってて、ここをね、結構光の当たり方がね、画面の方に当たっちゃってる感じがしてますよね。均一に見えないので、そこの部分がちょっとやっぱりね、見え方変わってくる部分なのかなと思いますね。そしてちなみにですね、前回ご紹介しているバックライトの機能もついたこちら HY214 とのね、比較もちょっとしていきたいんですけれども、こちらについてはですね、製というかアルミ製になっていて、この辺の高級感っていうところは若干ね、こちらの方がいいかなと思いました。ただ、アタッチメントに関してはですね、このバネがあるタイプのものになっていまして、結構ね、モニター挟める幅っていうのが、湾曲モニタータイプのモニターバーライトよりもですね、ちょっと狭いというか、限界値がね、ここまでになるんですよね。その点ですね、こっちの作りはすごくいいアタッチメントになってるなと思いましたね。はい。で、そしてですね、何より個人的に嬉しかったのが、この本体でボタン操作できるっていうところですね。リモコン自体はね、やっぱ便利ではあるんですけれども、この同じですね、クンティスさんから出ている L206 Pro っていうですね、リモコン付きのモニターバーライトあるんですけど、こっちのリモコンに比べるとですね、こっちのタイプのですね、リモコンって、ちょっとレスポンスがね、気になる部分とかもありまして、やっぱね、リモコンだけに依存しないっていうところはプラスかと思うんですよね。こっちの HY214 はですね、本体での操作っていうのができないので、もう全部ね、リモコン操作ありきになっちゃうんですけど、ここでリモコンと本体操作どっちもできるっていうのがね、プラスのポイントなのかなと思いましたね。個人的にはね、クッティさんのリモコンのこのね、L206 Pro のこのリモコンが個人的には気に入っています。
はい。で、結論としてはですね、湾曲モニターを使用している方にはかなりお勧めできるバーライトになっているかなと思います。やっぱりですね、ビルドクオリティ結構いいし、このね、アタッチメントがね、かなりいい感じですね。耐久性もすごく良さそうですし、しっかりと幅広くね、対応できるんで、どんな形状のモニターでもね、しっかりとホールドしてくれる感じがあります。またここにね、しっかりとウェブカメラが使えるような配慮もされていますし、何よりやっぱりね、このモニターバーライト本体でも操作できるし、リモコンでも操作できるっていう、このね、デュアルの対応っていうところがすごくね、いいかなと思いました。やっぱ機能としてもですね、バックライトとかはないものの、しっかりとね、自動調光機能っていうのがついておりますので、機能面もすごくいいですし、やっぱね、湾曲モニターにあったこのカーブっていうところ、目にね、反射もしづらいっていうところでいいかと思いますので、そういった面でね、かなりね、おすすめできるバーライトなんじゃないかなと思っておりますね。で、くんちさんね、やっぱりバーライトの中で価格が結構安いのに、質感が結構いいので、コスパ重視の方にはね、すごくいい選択肢になるかなと思います。で、この湾曲モニター以外のですね、こっちのバックライト付きのモニターバーライトだったりとか、リモコンでご紹介したね、L206 Pro とかなんかもね、過去ね、ご紹介している動画も概要欄へ記載しておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。ということでね、いかがでしたでしょうか。こちらのチャンネルですね、こういったデスク周りのガジェットだったりとか、撮影機材等のご紹介をしているチャンネルでございます。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。また、コメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。では、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。